日本はもうアジアのチームだから簡単みたいな国ではない。日本を下に見ないこと、これが一番大切。日本だから勝てるでしょって入ったら痛い目を見る。日本は最初に当たるのが一番嫌な相手だ。日本はオランダより強い。イングランド相手にも強かった。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。ワールドカップで日本と同じ組のオランダサポーターと話していくよ。ポット1のオランダはこの組をなんて言ってるんだろうね。なんたってオレンジ軍団はポット1だからね。私はオランダとの試合は本当に楽しみだよ。葵ちゃん昔オランダのユニフォーム部屋着にしてたぐらいだからね。今回はオランダサポーターのメイスくんとリモートをつないでるよ。ほいほい。ほいほい。じゃあオランダサポーターがこの組をなんて言ってるか聞いていこうかな。任せて。いきなりなんだけど、今回のオランダの空気、正直ちょっと暗すぎるんだよ。暗いってどういうこと？まだ大会始まってないのに。もう早く帰ってくる。グループで終わり。3試合やったらバカンスだ。とか、そんな感じの空気が結構あるんだよ。オランダなのにそんなにネガティブなの？そう。そこがオランダっぽいというか、めちゃくちゃ文句言うんだよね。もちろん、本気で心配してる人もいるけどね。試合までまだ1ヶ月以上あるのに。そうそう。もう帰りのチケット予約した方がいい。とか、かなり辛口。しかも、オランダ代表のことを、弱い。価値がない。とか、そんな言ってる人までいるんだ。なんでそんなに言われてるの？最近のエクアドル戦の印象がかなり悪かったんだよ。あの試合みたいなプレーなら遠くまで行けない。エクアドル戦がそんなにひどかったんだ。試合のスタッツはこんな感じだよ。オランダデザインになってる。かわいいでしょ？オランダ圧倒されてるけどどうしたの？エクアドルって強いの？ FIFA ランクは23位だね。ちなみにエクアドルはこの数日前にモロッコと試合して1対1だったよ。もしかしてエクアドルが強いんじゃないの？でも、そこは反論もあるんだ。控え選手が多かった。長い時間10人で戦ってた。レッドカードが出る前は悪くなかった。前半12分でレッドカードだもんね。それはきつい。なんでそんな早い時間に？ドグソだね。ドグソ。そう。だから。あの試合だけで全部判断するのは早い。って意見もあるんだよ。そんな長時間10人でやるのは厳しいよね。親善試合でそんな早い時間に10人になるのは相手も逆に嫌だと思うけどな。確かに親善試合なら退場じゃなくていいですよって言いたくなっちゃうね。エクアドル戦が不安材料になったのは間違いないと思う。だからオランダ国内では強豪だから余裕っていうより本当に大丈夫かっていうムードが出てるんだよ。強豪国でもそんな感じになるんだね。しかもオランダ人ってサッカーになると期待も高いし文句も早いんだよ。ちょっと悪いとすぐこれはダメだってなる。逆にポジティブな声はないの？そこはちゃんとある。ネガティブすぎる人に対してなんでそんなに暗いんだ。最後まで応援しようよって言ってる人はいる。サポーターは応援しないとね。うん。オレンジを応援しよう。最後の試合まで支えよう。っていう声もあるし、家や教室をオレンジ色に飾るのが楽しみっていう人もいた。そこはすごくオランダらしくて好きだね。本当にオランダのオレンジはかっこいいんだよね。教室もオレンジにするんだ。でも今のところ目立つのは正直ネガティブな方かな。じゃあここからは同じ組の国のこと聞いていくね。オッケー。最近決まったスウェーデンはどう見られてるの？スウェーデンは評価が割れてる。強い。油断できないっていう人もいるし、逆にスウェーデンは予選で苦しんだのになんでワールドカップにいるんだっていう反応もある。予選では最下位だったもんね。スウェーデンにそんなに警戒する必要ある？っていう人もいるんだよね。じゃあオランダから見るとスウェーデンは勝てそうな相手なの？勝てると思ってる人もいる。でも最低でも引き分け、できれば勝ちたいって感じかな。完全に楽勝ムードではないよ。スウェーデン戦は勝つか引き分けって感じね。そうそう。スウェーデンには勝つか最低でも引き分けで、チュニジアには勝つ。そういう計算をしてる人がいた。じゃあチュニジアはどう見られてるの？チュニジアは正直一番軽く見られがち。チュニジアには勝てるでしょっていう空気はあるね。オランダからするとチュニジアには余裕で勝てるって見てるんだね。そう。でも一方でオランダがダメならチュニジアにも負けるみたいな極端なネガティブもある。もう何に対しても悲観的な人はいるからさ。なんだかオランダサポーターは極端だね。ほんとそう。でも全体としてはチュニジアは日本やスウェーデンほど話題にはなってない。それでちょっと面白いのはオランダとチュニジアに進んでほしいみたいに言ってる人がいて、移民ルーツとか家族の背景もあるだろうし、そこはオランダっぽい多様な空気だね。ふむふむ。チュニジアも舐めたら危ないけど、ここで勝てないなら上に行く資格ないよねって感じ。強豪国の余裕っていうより
強豪国だからこそ厳しく言われちゃうんだね。まさにそれ。オランダは結果を求められる国だから、ちょっと内容が悪いとすぐ荒れる。でもそれだけ本気で見てるってことでもあるんだよ。じゃあこのグループ、オランダサポーターから見ても簡単じゃないのかな。簡単っていう人もいるけど、僕はそこまで楽観できないと思う。スウェーデンもチュニジアも勝てる前提で入ると危ない。今のオランダならちゃんと組織的にちゃんと集中してやらないとダメ。じゃあ日本についてはなんて言われてるの？日本について言ってる人は多かった。しかも結構真面目に警戒しないと。日本は難しいチーム。日本を過小評価しないで。っていう声がかなりある。オランダからそんな風に見られてるんだ。うん。少なくとも今回の反応を見る限り、日本を楽な相手として見てる空気ではないね。むしろ日本とスウェーデンは危ないってセットで言われてることが多い。中には日本とスウェーデンには負けるって言ってる人もいたし、日本に負けてスウェーデンと引き分け、ギリギリで次に行くみたいな予想もあった。オランダが日本に負ける予想も普通にあるの？ある。日本に負ける。日本がグループを取るっていう予想もあった。そこまで言われてるとは。日本はオランダより強い。イングランド相手にも強かったって言ってる人もいた。日本がイングランドに勝ったことを知って、日本は絶対に舐めちゃダメだって言ってる人もいるんだ。だからオランダ側から見ても、日本はもうアジアのチームだから簡単みたいな国ではない。それは日本サポーターからすると嬉しいね。日本には有名選手がそんなに多いわけじゃないけど、チームとしてめちゃくちゃいい。日本は有名選手が多いとは見られないんだね。しかも今のオランダがエクアドル戦みたいな内容だったら日本に勝つのはかなり難しい。日本が怖いというより、今のオランダで日本とやるのが怖いって感じかな。日本戦は重要って見てるのかな。めちゃくちゃ重要。そこははっきり言われてる。最初の日本戦が大事。ここは勝たないといけないっていう声がある。日本対オランダは初戦だよね。それは本当に嫌だね。初戦で日本に勝てなかったら一気に難しい話になる。しかもその後スウェーデンやチュニジアもあるわけだから、最初から余裕がなくなる。初戦で負けたら空気重くなりそうだよね。絶対なる。今でもネガティブな声が多いのに、日本戦でつまずいたらほら見たことかってなると思う。オランダサポーターはかなり厳しそうだもんね。厳しいよ。日本戦は勝ち点だけじゃなくて空気を変える試合でもある。ここでちゃんと勝てばやっぱりオランダ大丈夫じゃんってなる。でも落としたら一気に不安が爆発する。初戦はどの国も大切だよね。初戦だからこそ、オランダがまだ不安定だったら日本には大チャンスだと思う。日本とスウェーデンは失うものがない感じで来るから危ないっていう見方もあった。オランダはよく優勝候補に名前が挙がるのに、まだ1回も優勝してないんだもんね。プレッシャーがすごそう。相手はオランダだから、どの国もいつも以上にモチベーション高く来る。オランダからするとそれがまた怖いんだよね。日本は分析班がかなり調べてるしね。しかもオランダ相手なら燃えるでしょ。日本もスウェーデンも何かを証明する感じで来る可能性がある。だからオランダはちゃんと組織的に戦わないと危ない。私はすごく燃えてるよ。でもさ、オランダって普通に強い国なのに日本にそこまで警戒するのってちょっと意外。それが今のオランダの空気なんだよ。日本は危険。日本は舐めるな。日本は難しいって声がしっかりある。オランダ国内でも日本の評価が上がってるんだね。うん。少なくとも日本を軽く見てる人より警戒してる人の方が目立つ。どこがこの組を突破するって言われてるの？日本1位、オランダ2位みたいな予想をしてる人もいた。そういう予想が出るくらい日本を評価してる人がいるってことだね。じゃあ勝つにはどうしたらいいってこと言ってる人はいないの？いるよ。まず日本を下に見ないこと。これが一番大切。日本だから勝てるでしょって入ったら多分痛い目を見る。ヒヒヒヒ。いろんな人が言ってることは、日本は過小評価しちゃいけない。特に初戦は勢いと集中力で試合が決まりやすいってね。日本戦はただの1試合じゃないんだ。全然違う。日本戦はオランダにとって大会の入り方を決める試合。勝てば落ち着く、落とせば一気にざわつく。まさに分岐点だね。オランダ人もそれを分かってる。日本戦を勝たないと難しい。最初の試合が大事っていう声が出てるからね。日本はもうグループの中で計算できる相手じゃない。むしろ最初に当たるのが一番嫌な相手だ。初戦って大事だもんね。1998年以降の7大会の統計に基づくと、初戦で勝利した場合のグループ突破は約 82.1%、初戦で引き分けの場合は約 57.1%、初戦敗北チームの突破率約 13.1% ってなってるんだよ。このデータ見ると最低でも引き分けてほしいね。オランダでは日本に対して、日本は危険、日本を舐めるな、初戦が大事
この3つがかなりはっきり出てる。オランダからはこんなところだね。メイス君、話聞かせてくれてありがとう。こちらこそ日本戦は難しいけど勝ちに行くよ。日本も勝ちに行くぞ。ドゥイ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 。ルイ初戦勝つとあんなに突破確率高いんだね。勝つといろんな作戦組めるしね。というか BGM が蛍の光だったけど、オランダのチャントと言ったら蛍の光だからね。そうなの？テンション上がらなさそう。日本人からするとそうかもね。オランダ人からすると違うんだ。日本人からしたら閉店間際って感じだよ。歌詞はオランダを応援する歌詞だけどね。そりゃそうか。じゃあ試合日程一応確認しておこうか。あと50日ぐらいでオランダ戦だよ。5時キックオフだけど起きれるかな。じゃあ今回はこんな感じで終わりだよ。あとチュニジアサポーターが日本に対してなんて言ってるかも聞いてかないとね。そうだね。探してこないとね。それではご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。燃やせ、勝利の道を行け。